おはようございます。たかしです。本日は9月27日火曜日。ただいま8時46分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足は下髭の長い陰線。実体部分は小さいんですが、一応陰線として終わっております。昨日最初に大きく下落してそこからのほぼほぼ全戻しという形でかなり分かりにくい動きをしているのが分かります。ただ反発ポイントとしてはこの緑の点線ですね。これ週末から引いていたと思うんですが、この辺、ちょうどこの安値っていうところが意識されてきているのがわかります。で、今は一旦の反発上昇で、次どこまでの上昇するのかっていうところですね。この赤いライン、この右上がりのラインが週足単位のトレンドラインですので、今そこを下抜けてきてますので、一旦はトレンドライン付近まで戻してくるのを待ちたいところ。ただ、この陰線っていうのが気になるんですよね。例えばここが下髭の陽線なら比較的大きく戻すんだろうなと思うんですが、下髭の陰線の場合はもう一度下値を探りに来る場合がありますので、本日上昇傾向にはあるんですが、もう一度昨日の安値をトライしに来る可能性もあるので、その辺は注意が必要です。ストキャスティクスは安値圏からゴールデンクロスしています。過去のゴールデンクロスを見るとここですね。ここでのクロスはここでの上昇になるんですが、結構ジグザグと、前回は上げてますので、今回どうなるかわかりませんが、同じぐらい上げるとすると、ここでだいたい6日間ぐらいかな。1、2、3、4、5、6、6日、1週間ぐらいここで上昇、じりじりと上昇してますので、もしかすると、ここから1週間ぐらい、今週いっぱいぐらいは上昇傾向になる可能性がありますね。ただ、前回と違うのは、前回ここからのゴールデンクロスの時のマックディを見ていただくと分かるんですが、今回はるかにマックディの下落モメンタムが強いのが分かります。ということは上昇しても比較的上値は重いんだろうなというところで、前回よりもあまり上げずにもう一度下落してくる可能性っていうところも考えておく必要があります。一旦の上昇目処としては、ここの白ラインですね。これがこの過去の安値ですので、155.6 付近、この辺付近が一旦意識されてくる可能性。それから次がこの黄色ラインですね。この黄色ラインっていうのは過去のこういったレジスタンスラインですね。ラインというにははっきりしていないのですが、だいたいこの黄色ラインぐらい、157円少し上ぐらい、現在ですと 157.289 というところに引いてるんですが、その辺付近が意識されてくる可能性。それからその次はここですね。この白ボックスの加減、160円付近ですね。この辺ぐらいまでは戻してくる可能性を考えておきたいです。で、基本的にはやはり大きく下げてきてますので、戻り売り優勢というところで、今ストキャスティクスは安値圏からゴールデンクロスしてきてますが、ここ過去はあまり綺麗に動いてませんので、このまま一番上まで上がってくるかどうかというところもちょっと怪しいんですけれども、もしここまで上がってきたところでは再びこの上昇からの下落ですね。この下落が意識されて、大きく下落していくと考えられますので、一旦はストキャスティクスがある程度まで戻すのを待ってからの戻り売りを仕掛けていきたいですね。では4時間足です。現在1時間足の目線切り替えポイントがここ、そして4時間足がここですね。1時間足は 160.5 付近、4時間足が 164.5 付近というところで、その辺付近までは一旦ターゲットとして戻してくる可能性が考えられます。先ほど言っていたターゲットが一旦この白ラインですよね。155.6 付近、それからこの黄色ライン、これが昨日の高値ですね。ここで昨日は綺麗に反発してきております。そしてもう一段上になってくるとこの紫ラインなんですが、そこがちょうど160円付近になってきますので、この辺ですね。この赤のラインを引いてますが、ここが過去の、押し安値になってきてますので、この辺159円から160.5 付近、この辺っていうのがまた次の反発ポイントになってきそうですね。現在このまま上昇してくると4時間足の GMMA と接触するのがちょうどその辺付近に近いところになってきますので、その辺は戻り売りポイントと考えております。現在ストキャスティックスがここ高値圏からのデッドクロスでの下落がここになってます。あまり綺麗なクロスの仕方ではないんですが、今は一旦ストキャスティックスが高値圏に入ってくるのを待つ方がいいかもしれないですね。そこまでは上昇していく可能性っていうのも考えておきたい。ただ、ここからまだ上昇するこの辺160
円付近まで上昇するかもしれませんが、その上昇を狙うのはあまり優位性がないと思います。基本的に上位足のインジケーターはかなり弱い状態ですので、ここまで上昇するかどうかがわからないというところで、上昇する可能性はあるんですが、それまでで下落してくるっていうことも考えられますので、もしロングをされるのであれば慎重にというところですね。基本的には上がってきたところ、この4時間足の GMMA と接触するようなところでの戻り売りを考えていく方が安全です。で、昨日はこの急落からの次急騰になっているんですが、ここからの急落に対して戻しきれていないんですね。だいたい半値ぐらいまでしか戻せていない状態になってます。で、ここからじりじり上がっても、この紫のラインを超えてくるのは難しいと考えられますので、今はこの紫のライン 160.5 付近までのところでの戻り売りを検討していくのが良さそうですね。で、この昨日の上昇ですが、3本4時間足単位で大きな陽線が出ております。その後陰線が出てるんですが、その陰線、最後の陽線を包み足になってるんですね。で、包み足が出るとそこからの、下落っていうのも考えられますので、今は昨日の高値をまず超えられるかどうかですね。157.3 付近、ここを超えられるかどうか。超えられなければここから再び昨日の安値を目指してもう一度下落する可能性。ただ、昨日の安値付近っていうのは比較的反発しやすいポイントでもありますので、この辺では再び押し目買いが入ってきそうというところで、この黄色ラインと緑ラインで挟まれたレンジになる可能性っていうのも考えておきたいですね。ここでお知らせです。インジケーターに関するブログを書きました。タイトルは勝てないのはインジケーターを理解していないからかも基礎編としました。僕が普段使っている GMMA、ストキャスティクス、MACD に関する使い方説明のブログになります。かなりわかりやすく書けていると自負しておりますので、もしよければ一度ご覧ください。では1時間足です。1時間足一応ここにオレンジのトレンドラインを引いてるんですが、明確な戻り高値っていうのがちょっと分かりにくくて、ここ一応この紫の点線を引いてある 160.5 付近というのを1時間足の戻り高値としているんですが、ここを超えてくるまでは基本的には4時間も1時間も今下目線となっております。ですので、今そこまでの上昇幅っていうのも結構あるんですけれども、この戻り高値を超えていない以上はここからロングで狙っていくっていうのもなかなか難しいかなと思っております。ただそれでも GMMA 今この GMMA の青帯を超えそうになってきてますので、一旦ここ GMMA の青帯を上に突き抜けて、そしてもう一度下げて GMMA にサポートされるような動きですね。今書き込みましたが、この青い帯ですね。これが GMMA の動きとしたときに、こういう黄緑の動きをすると、この GMMA にサポートされて上昇するという風になりますので、そうなると一旦の上昇を狙ってもいいと思いますけれども、基本的にはこの紫のラインを超えるまでは1時間足の目線は下、そして今4時間足も日足も下となっておりますので、ロングで狙っていくというよりは、上がってきたところを戻り売りしていく方が優位性があるとは考えています。で、一旦の戻り売りポイントは先ほどから言ってますが、昨日の高値、それからこの赤ラインとか紫ラインですので、この160円前後ですね。ちょっと値幅はそこそこあるんですが、159円から 160.5 の間ぐらいというところが戻り売りポイントかなと。そしてそこを一旦超えてくると、次はオレンジのラインぐらいまでは上昇してきそうですので、次はそこでの戻り売りということになってきます。基本的にはこの辺に週足のトレンドラインが走ってますので、この辺付近、紫のラインからオレンジのライン付近、この辺では反発してくると思われますので、その辺で下落のパターンが出たところでの戻り売りを仕掛けていくのがいいのかなと。そして今1時間足の GMMA がもし上向きになってきたら、それが崩れるところですね。1時間足の GMMA が上向きになってくるってことは、1時間足単位でここで上昇トレンドを作っていくことになりますので、そのトレンドが崩れたところっていうのを狙っていくのがいいんじゃないでしょうか。ただ先週からそうなんですが、かなりボラティリティの高い動きをしておりますので、無理にトレードする相場ではないと思っております。今ここから戻り売りポイントまでは結構距離がありますので、そこまでをトレードしたくなる気持ちもわかるんですが、一旦は待つのがいいと思ってますので、戻ってきたところでは戻り売りですので、自分のイメージしたところまで来ればそこでエントリーしていくという感じで、今ここからどちらかに行くだろうみたいな、ここまで戻ってくるだろうみたいな感じでロングを仕掛けていくとか、そういうのは危険ですのでやめた方がいいと思います。基本的
的に自分のイメージしたところまで来るのを待ってからトレードをしていくっていうのがいいと思いますので、例えばここまで下がってくればロングエントリーをするだとか、ここまで上がってくればショートエントリーをするだとか、だったらここまで来るのを待つ、ここまでは何もしないっていう、そういうトレードの仕方がいいと思うんですね。トレードスタイルは人それぞれですので、もっと短い足でされる方はいいんでしょうけれども、個人的にはあまり短い時間足でトレードしてませんので、基本的には4時間足ぐらいを見てトレードしているんですね。ですので、今僕のスタイルで言うと、この辺まで戻ってくるのを待つとか、昨日の高値付近で一度試しで仕掛けてみるとか、そういう感じになってきます。で、今ここからですと、今一旦上昇してきてますので、上昇しそうな雰囲気。なので、この上昇に乗っていこうと思ってロングエントリーで、追っかけたりする人がいるかもしれませんが、それをすると、今ここで上昇するという根拠が少ないんですよね。戻り高値も超えてませんし、トレンドラインは抜けだとは言っても、結局戻り高値まで戻すかどうかもわかりません。そして上位足のインジケーター弱いので、今一旦上昇すると見せかけて、もう一度昨日の安値を目指す可能性もあります。で、最初日足でお話ししましたように、ここは日足では下髭の陰線となっておりますので、もう一度昨日の安値を目指す可能性もありますので、こういった優位性のないところでエントリーするっていうのは控えた方がいいんじゃないでしょうか。本日は一旦、待ちの日でもいいのかなと思っております。なので、この辺ぐらい、もしくはこの辺ぐらいまで戻ってくるのを待って、そこからエントリーをしてみる。例えばこの黄色ラインまで戻ってきたら、ここでショートエントリーをした場合、この逆行した場合、自分のイメージではここでダブルトップを描いて下落すると思うんですが、そこで下落しなかった場合っていうのは、この黄色ラインのすぐ上に損切りを置けば、そこでエッジの効いたトレードができますので、そういったトレードで極力損失を減らしていく、そして利益を大きく取っていくっていうのを狙えるといいんじゃないでしょうか。ここからまだもう一度昨日の安値を目指す可能性もありますので、この黄色ライン付近で戻り売りを仕掛ければ、逆行した場合はすぐに損切りに引っかかりますので、損失っていうのは小さく抑えられます。で、もしこの戻り売りが成功して昨日の安値を目指すようでしたら、そこから大きく取っていけるということになりますので、今の場所からトレードするんじゃなくって、一旦ここまで待つ、もしくはこの160円付近まで待つっていうところを心がけてトレードしていくと、トレードのスタイルも変わりますし、無理なトレードをしなくなりますので、そういった感じで考え方を変えるのも一つありじゃないでしょうか。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。